藤原でございます。今日も仮想通貨ニュース読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、ポルカドット、そしてコイン98のチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、レンタカーでこうやって配信するのもね、多分今日では最後になると思いますが、早速ね、今日も行きたいなと思います。今日もですね、仮想通貨ニュースいろいろあって面白かったんですけども、一つが、ゴールドマンサックス、アメリカ金融大手ですけども、ビットコインの価格は10万ドルを超える可能性があると見解を示しましたということです。ゴールドから市場のシェアをだんだん奪っていくのではないかという試算で、ゴールドとビットコインの、シェアをビットコインとゴールドだけのシェアの割合をね、パーセンテージにすると、今ね、ビットコインが 20% ぐらいなんですけど、これが 50% ぐらいになれば、1000万以上は超えるっていう予想ですね。ゴールドマンサックスは前から1000万超えるって結構何年か前からね、言っているので、あんまり目先としては変わらないと思いますし、1000万ぐらいだったら全然楽勝に超えられると思うので、今更あんまり驚くべきね、分析でもないかなというふうには思ってます。はい、もちろん一応ポジティブにしたいなと思います。で、次が、バイナンスのニュースで、バイナンスが、コイン98への戦略的投資を発表しましたと。で、コイン98もバイナンススマートチェーン BSC 上のディファイインフラの構築をサポートすると。で、コイン98ね、この番組で取り上げるの初めてなんですけど、まずね、ウォレットがあります。これのね。ウォレットとか分散型取引所へのアクセスとかクロスチェーンブリッジの資産移動など包括的なサービスを提供するオールインワンのディファイプラットフォームです。だからこのコイン98はディファイ系のコインだということを覚えておけばいいんですけども、それだけじゃなくて、Web3.0 の未来に簡単にアクセスできるゲートウェイにもなるようなミッションもありますので、Web3.0 関連のコインでもあるというふうに覚えておけばいいと思います。このコイン98はね、バイナンスに7月にね、ローンチパッドがあって、その後に上場したんですけども、取引手数料として使える、実用性のあるね、USDT トークンなんですね。だからちょっとバイナンスがね、これに出資したっていうことで、ちょっとコイン98もね、ちょっと注目していってもいいかなと思います。で、今日は初めてチャート分析します。はい、この記事もね、もちろんポジティブです。じゃあ次がポルカドットに関する、ニュースなんですけども、ディファイのプロジェクトのドットファイナンスは、ポルカドットのネットワーク上へ本格的に移行を始めましたということです。ポルカドットがね、パラチェーンオークションをね、経て、パラチェーンオークションっていうのは、個々のね、ブロックチェーン、100個あるブロックチェーンが、枠になっていて、接続するブロックチェーンを選ぶっていうオークションなんですけど、それもだんだん進んでいっているので、だんだんポルカドットも本格稼働していると。それで、バイナンススマートチェーンからネットワークを段階的に、ポルカドットに移行すると。ポルカドットはもちろんね、ポルカドットで稼働することを、目的としたコインなんですけども、ようやく本格的に、稼働を開始していくという感じなので、結構ね、ポルカドットね、今、結構注目度がまた上がってきているということになります。ちょっとね、ドットファイナンスに関してもね、いろいろね、新しいニュースがあるんですけど、ちょっと細かいので、今回は割愛したいなと思います。で、ポルカドット関連で言うと、ポルカドットの実験的ネットワークの草間っていう声もあるんですけど、これもね、ちょっと注目度が上がってるので、ちょっと皆さんもね、草間とポルカドットセットで、ちょっと価格とか見ていってもいいと思います。はい、じゃあ今日もね、ビットコインからチャート分析しますが、ビットコインはあんまり価格変わっていません。47,000ドルぐらいです。年末からね、ほとんど値動きがない状態で、今日は陽線出てますけども、1週間ぐらいずっとヨコヨコしてますね。で、こういうダブルボトムで上がってきそうな感じがしています。なので、一旦52,000ドルぐらいまで上げたら、
ダブルボトム成立で一旦6万ドルぐらいまで上げそうだなと思ってます。まあね、年始ね、だいたい1月の第1週っていうのは、過去4回ね、全部上げてるんですけど、今年はね、あんまり値動きがまだね、来てないって感じですけど、まあ今ここのね、4万5000ドルぐらいが結構底根硬くなってるので、まあ、そろそろね、上に抜けてくるんじゃないかなと、僕は思ってます。僕は引き続きバイビットでね、長期ロングしてます。じゃあ次、イーサリアムですね。イーサリアムもほとんど値動きはなく、3800ドルぐらいで推移しています。ビットコインよりはちょっとね、イーサの方が、ここ数日はちょっと上にね、向いてきてはいます。で、こっちもダブルボトム形成しそうだし、このウェッジを上に抜けそうなので、このウェッジを上に抜けたら一旦この移動平均線があるこの辺ぐらいまで上げてくるかなと思いますね。4100とかまで。その後は移動平均線レジスタンスされて一旦下に降りそうな気はしてますが、一応まあ結構もうね、まあ上昇の期間がこれだけあって、下落の期間これだけあって、同じぐらいになってきたんで、そろそろね、ちゃんとした上昇波が来るんじゃないかなと思ってます。1月のどっかでね。僕はね、引き続き、長期ロングをね、積み増ししていったりしてます。じゃあ次、ポルカドット久しぶりに行きましょう。ポルカドットね、去年は僕はね、大注目のコインとしてね、上げたんですけども、今年はちょっとそれは上げてないものの、さっき言った通り、ファンド的にはね、ポルカドットが本格稼働するってことで、まあ注目度は高いと思います。で、今こういう線見てますね。この下落トレンドは上抜けました。で、こっちも上抜けて、今底固めしてる状態なんで、そろそろ上には飛んできそうだなと思ってます。今30ドルぐらいで、最高値が55ドルぐらいなんで、今からね、2倍ぐらい上げて、ようやく最高値って感じなんですけど、こっちもイーサと似ててね、まあ上昇期間があって、まあ調整期間が半分ぐらいの期間で、ちょっと上げてきてますので、この辺からちょっと底固めした後にね、またこういうイナゴ発生するんじゃないかなと思ってます。次はね、まあこういうフィボナッチエクステンションこうやって引いてみたら多分まあ70ドルとかね、それぐらいがまあ上げ幅としてはありそうだなと思ってるので、まあ今この辺でね、押し目買いしとけば、まあ2倍ぐらいはね、取りやすいんじゃないかなと思ってます。はい。ポルカドットはそんな感じです。じゃあ今日ね、コイン98、C98 ですね。こんな感じで、まあ、だだ下がりですね。はっきり言ってね。今はね。一応まあ、底値よりは高いところで推移してるけど、でもまあ、最高値が、6.5 ドルぐらいで、今 2.7 ドルぐらいなんで、3分の1ぐらいは落としました。で、今移動平均線に阻まれてなかなか上に行けないって感じなので、ちょっと今買うって感じではないかなとも正直ね。移動平均線をしっかり上に抜けて上昇トレンドだなって判断できたら、買ってもいいかなと。そんな感じですね。ちょっと弱い。みんなね、簡単に売りすぎてるっていうかね、売られすぎてますね、割とね。で一応多分こういう平行チャンネルも効いてる感じがするので、線引いておきましょうね。多分ここが結構乱れるので、最悪ここを超えてこない限りはちょっと買いにはいけないのかなって感じですね。厳しいと思うんです。ウェッジですね、こんな感じのウェッジなんで、ここを上抜けたら買ってもいいかなっていう感じ。ちょっとまだね、買うべきではないかなと、チャート上はね。はい、そんな感じで今日も仮想通貨のチャート分析をしてみました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、僕の著書が1月11日に発売します。もう今週ですね。僕の著書を Amazon で事前予約した人だけ、2022年の藤原式仮想通貨戦略っていうコラムが読めます。でこれね、昨日書き終わりました。結構ね、僕が今年考えてることを、すごく端的に分かりやすくまとめたやつになりますので、それだけでもね、僕は1650円以上の価値があると
自信を持って言いますので、ぜひね、事前予約してみてください。そして、動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て、持ってない取引所があったりとか、キャンペーンで仮想通貨もらえるところもあるので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。しかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。